今から2年前、アメリカ南西部にあるアリゾナ州の動物保護団体のスタッフが SNS で衝撃の事実を知った。ワンちゃんたちが23匹も安楽死処分ですって。アリゾナ州からはるか東へおよそ2400キロ、アラバマ州の動物シェルターで23匹の犬が2日後に安楽死処分されるという。落ち着いて。どこの州でもシェルターに収容されて6ヶ月が過ぎた犬は古い犬から殺処分される。それはやむを得ないことよ。だからこそ1匹でも処分される犬を減らしたいと、彼女たちは普段からその6ヶ月間の間に里親を探す活動をボランティアで行っていた。もちろん知ってるわ。でも23匹の犬はシェルターに連れてこられてまだ1週間しか経ってないのよ。なんですって？これには理由があった。遡ること2ヶ月、アラバマ州で過去最高の降水量を記録するハリケーンが猛威を振るった。これにより被災したブリーダーやペットを飼う住民も自分たちの避難に精一杯。多くの動物が保護された。結果、どこのシェルターも収容できる許容範囲を超えてしまったのだ。状況は2ヶ月経っても変わらないどころか、その後も飼えなくなったと捨てられる動物は後を絶たなかった。本来シェルターは満杯の場合は受け入れを断るのだが、災害という事情を考慮し特例として1週間だけ保護、引き取り手がいなければ安楽死処分することに。シェルター側にもやむを得ない事情があったのだ。さらにスタッフが心を痛めたのが、犬たちの中に2匹のメスとその2匹が産んだ10匹の子犬がいたことだった。子犬は免疫力が弱く世話が難しい。そのため法律で生後8週間経つまで親元に置くか、もしくは獣医など特別な資格を持つ人間が育ててからでないと里親に渡せないと決まっていた。ところが子犬は全部生後4週間未満よ。そんな。生後4週間ということは、仮にこの1週間で子犬を求める里親が現れたとしても引き渡すことはできない。そう、この子犬たちはほぼ確実に殺処分される運命にあったのだ。この事実を知ったボランティアは SNS に書き込んだ。なんとか助けてほしいと。小さな命を守りたいボランティアが SNS に書き込んだ悲痛な叫び。しかしハリケーンの被害を受けたアラバマ州でそれに応えられる者はいませんでした。果たして犬たちは命をつなぐことができるのでしょうか。柔らかなスプリングと固めのスプリング、2層のコイルで体重の圧力を分散。ニトリのマットレス2分割で扱いやすく。お値段以上。ニトリ。組み合わせ自由、使い方自由。ニトリのコンビネーションソファー。お値段以上。ニトリ。この感触が好き。肌にじゅわってしっとりからのプルプル。たまらん、気持ちいい。12年連続売上ナンバーワン。極潤肌。一周回って極潤。肌にいいこと肌ラボ。リグロ、薄毛悩みは30代から始まる人が多い。リグロ、ロート独自の処方、映える発毛剤リグロ。ロートシャンプーセット始めよう。カレー飯シャバシャバじゃん。どうしてくれんだよ。心配ないさ。信じてますよ。信
信じて混ぜろ、信じて混ぜろ、信じて混ぜれば、信じて混ぜれば、シャバシャバがドロドロに。今開かれる大いなるうまさ、カレー飯。日本が一つになる1ヶ月。さあ熱狂スタンバイ。ワールドカップバレー9月14日開幕。素敵な金縛り土曜夜9時。私は落ち武者じゃありませんから。子犬たちが殺処分される。その情報がアリゾナ州の動物保護団体に伝わったのは期限のわずか2日前だった。私たちは皆子犬を育てる資格を持っている。だから犬たちを連れてくることさえできれば。あとは里親を探せばいいのね。うちには保護できる環境がある。助けられるものは何としても助けたい。スタッフ全員の気持ちでした。アリゾナの事務所から現地まで直線距離でおよそ2400キロ。またハリケーンの被害を受けた道路の復旧が遅れている場所も多く、今すぐ出発しても2日では到底たどり着けない。それでも誰一人諦めなかった。アラバマ州やその周辺地域の動物保護団体などに協力を求めた。しかしどの施設も大型ハリケーンの影響で手一杯。子犬を育てる資格を持つ者も手が空いている状況になる。受け入れの余裕など全くなかった。そんな時、そうだ、あの人だったら。私なんかより全然顔が広いわ。どうしたの？アラバマにいる子犬たちが安楽死させられるの。なんだって？スタッフの一人と10年来の友人だったアリゾナに住むダン・ウィークス。経営コンサルタントとして働きながらアメリカ各地を講演して回る彼は幅広い人脈を持ち、かつ犬を4匹飼っている無類の犬好きでもあった。話を聞いてショックでした。どんな事情があれ生まれたばかりの子犬を殺すなんてことがあっていいはずがない。なんとか助けられないかと思いました。ダンは知り得る限りの獣医や保護団体に連絡をした。しかし、ごめんなさい、こっちも手一杯で。そうか、忙しいところすまなかった。もしもし、子犬を預かってくれる団体を知っていたら紹介してもらえないか？ダンの人脈をもってしても引き取り手探しは難航を極めた。落ち着け。絶対に何か方法があるはず。そうだ、この手があった。セブン&アイ・ホールディングス。一緒にありがとうおでん。たっぷり食べてカロリーも飲み干せるつゆだから、おにぎりと一緒にお弁当と一緒にいろいろ一緒にありがとうおでん。お値段も分かりやすく。お待たせ。近くて便利セブンイレブンです。店内いろいろポイント2倍。はい、召し上がれ。メッシシメッシシメッシメ食べるな。ムシシムシシムシムシ匂いがつかない虫が持ち帰るな。エステその香りが好きなんだ。この愛に包まれ I love you 離れたくないそばにいてほしい CM 消臭力エステめくってワオ、作ろうスライム。不思議な粉にお水をインしてシャカシャカしたらできちゃうよ。たくさん作っちゃおう。プープシースライムサプライズ第1弾、サプライズユニコーンも。プープシープープシー
こまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。入院した時に1日5000円に加え、サポートとしてさらに5000円保証。お見舞いにタクシーで行けるかもな。新しくなった国民共済。国民共済お待ちしてます。秘密の醤油、秘密の醤油、チャルメラナ、チャルメニャ、チャルメラナ。何人前だこりゃ。これはホタテエキスの魅惑の旨味、明星チャルメララ、ララララ。2018年邦画1位劇場版コードブルーが早くもプライムビデオに。全ての人に見てほしい。 8.27 配信スタート。いろいろ見られて月額500円。 Amazon プライムビデオ。それはまつげの下地。マスカラの前に一塗り、ロングボリューム癖付け効果アップ。まつげの下地ラッシュマキシマイザー。 No more rules. Kate。そうだ、この手があった。実はダン、つい最近セスナの免許を取ったばかりだった。なんとかセスナさえ借りることができれば23匹全部乗せてこっちへ運べる。セスナであれば一度にまとめて移動させることができ、しかも片道8時間、余裕で間に合う。セスナのレンタルと往復の燃料代を合わせると費用は最低でも60万円。公園などで多忙なダンだが決してお金持ちではない。親と同居して暮らす26歳の若者だ。しかしダンは決断した。借金をしてセスナをレンタルし、アラバマまで向かい、23匹の犬を運ぼうと。なぜ彼はそこまでして犬たちを救いたいと思ったのか。5歳の頃、祖父が経営する牧場で羊が機械に巻き込まれ死ぬのを目撃したんです。その時、動物がいかに無力かを痛感し、彼らは守られるべきだと思ったんです。以来、野良猫を家で育てたり、野良犬を保護するボランティアに参加したり、動物と積極的に関わってきた。動物には罪はない。人間が救わなかったら誰が彼らを救うんですか。こうして23匹の犬すべてをダンがセスナで輸送し、アリゾナの動物保護団体で預かる手はずが整った。さらに善意の輪は広がっていく。ダンの計画を聞きつけたマスコミがこのニュースを全米に報道。すると現地アラバマ州で6匹の生犬の引き取り手が見つかった。あとはダンが残った17匹の犬も運べば任務完了だ。これはその時の実際の映像。ダンは免許を取ったばかり。セスナで2400キロを往復するとなると一人では心もとないとプロのパイロットに協力を依頼した。途中給油を行い、8時間後アラバマへ到着。現地では殺処分を免れ、シェルターから運び出されたワンちゃんたちがボランティアの手に抱かれていた。ダンも自ら犬たちをセスナのケージの中へ。子犬たちにストレスがかからないように優しく移し替える。そして再びアリゾナへ。8時間後、17匹の犬たちを乗せたダンのセスナが空港に到着。こうしてトラブルもなくすべての犬たちが降ろされた。長旅にもかかわらず
犬たちは元気そうだ。必死に力強くお母さんのお乳を吸う子犬たち。もう大丈夫だ。犬たちを無事に輸送できたことで本当安心しました。命が救われたんです。もうそれだけで大満足です。その後、子犬たちは生後8週間になるまで動物保護団体で親犬と共に育てられ、最終的に17匹すべての犬の引き取り手が見つかった。あれから2年、犬たちは今どうしているのか。一匹のワンちゃんの里親を訪ねてみると、こんなに成長していた。里親夫婦はその子をジギーと名付けた。さらに夫婦はもう一匹身寄りのないワンちゃんを引き取っていた。子供が独立した今、2匹は我が子のような存在です。この子たちがいない生活なんて考えられません。こちらトンプソン一家はその子を見たとき一目で飼うことを決めたという。エリーは家族の一員。私の子供です。違うわ、私の子よ。この日、保護団体の事務所には救出された多くの犬たちが。あれ以来、里親たちはこうして定期的に集まっているのだという。そこにはダンの姿も。2年前、彼が助けたワンちゃんたちは今も皆元気に暮らしている。あの時行動を起こさなければこの光景を見ることはできなかった。やってよかった。本当にそう思います。ダンさんが行動を起こしたことによって23匹の犬たちは救われた。そうね。でも本当災害とかさ、そういうもう世界中で起こるけど、そういう時に人間だけじゃなくてペットたちもね。そうなんだよね。ぶっちゃけちょっと見るじゃないですか、ニュース映像とかでも。でもまず第一にさ、やっぱり人の命っていうことがさね、もう第一優先だから。多分飼い主の人でもさ、大変な状況なところにいるから、もうそうなんだよ。もうね、助けられないっていう時もあるかもしれないから。まあでもダンさんがああいうね行動を起こしたから助かったからさ、すごいことだけど、やっぱダンっていう名前はヒーロー的なね。ダンってやっぱかっこいいよね。ここからはガーラマンションシリーズの FJ ネクストがお送りします。17匹の命を救ったダン。あの出来事がきっかけで彼にもある変化が起きたという。ダンの自宅を訪ねてみると、さすがは犬好き。ワンちゃんたちがお出迎え。今もたくさんの犬と一緒に生活しているダンと、その中に実は僕もあの時の一匹を引き取ることにしたんです。それがこのアテナ。ギリシャ神話の強い女神にあやかり名付けたという。アラバマでケージから出して飛行機に積み込む時、彼女の顔はひどく悲しそうに見えました。でもアリゾナの空港に到着した時、その様子は一変しました。ボランティアのもとに行くのではなく、僕の方に来てハグをしてくれたんです。完全に心を奪われました。その時この子を引き取ることにしたんです。引き取った時、鼻のあたりに深い傷があったので虐待を受けていたんだと思いました。狭いケージの中に閉じ込められていたのでしょう。いい加減なブリーダーが犬をひどい目に遭わせているんです。さらにフィラリアに感染していたことも発覚。2ヶ月に及ぶ治療を行った。
すると完治したアテナにある変化が。病気が治って以来、アテナは目が合うと嬉しそうな顔で僕に笑いかけてくれるようになったんです。実は2年前のセスナでのレスキュー、結局燃料費などで当初の見積もりを上回り100万円ほどかかったという。しかし集まった寄付金は30万円ほど。あとはダンの持ち出しだった。それでも彼は経営コンサルタントとしての仕事の傍ら、あれから何度もセスナを飛ばし、病気や怪我などで緊急を要する動物たちを搬送、その命を救っている。しかも未だに費用の大部分をダン自身が負担しているという。一体なぜか。僕が負担することで少しでも話題になってメディアに取り上げられれば、里親を希望する人が増えるかもしれない。命を救うためなら多少の負担は仕方ありません。現在ダンは動物を輸送する様子を撮影、世界中の人々が視聴できるようにインターネットで配信もしている。メディアや SNS を通して少しは認知されるようになりました。もっと多くの人に引き取り手のない動物たちのことを知ってほしいです。それでもダンの活動を知り、空港がセスナの燃料代を安くしてくれたり、また動物を引き取る際に泊まりになるとホテルが宿泊代を安くしてくれたりと、支援の輪は確実に広がっている。緊急搬送の依頼があれば、たとえ2匹の犬だとしてもダンはアメリカ中どこへでも向かう。引き取り手のない動物がいる、そのことを知ってもらうために。セスナにも乗れるし動物も助けられる。こんなに楽しいことはありません。レスキューは僕の人生の一部なんです。ありふれた瞬間に変わらない夢を見つけたから、奇跡なんて神様に任せちゃ。常識では考えられない出来事、アンビリバボー。あなたの身に起こるのは明日かもしれません。ここまではがお送りしました。工事を実施します。工事日程などご利用前にご確認ください。ネクスコ東